こんにちは、ヘビ屋のひろあきです。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンを買うための初期費用がだいたいどれぐらいなのかというのをお話したいと思います。ざっくり言うと1万円ぐらい、整体の代金の他に1万円ぐらいあると、一通りのものは揃うかなと思います。じゃあ何にどれぐらいかかるのかというのをお話ししていきましょう。まずは入れ物です。入れ物ですが、極論するとダイソーのシューズケースでも買えないことはないです。見た目の問題があるからレプタイルボックスがいいですとか、大きいので大きくなったもの、アダルトを買うので別のもっと大きいものが必要ですっていうの場合もあると思うんですけれども、ダイソーのシューズボックスで必要にして十分だと僕は思います。見た目は置いといてね、これ110円で売っているので、ダイソーでシューズボックスナンバーワンというものを探すと見つかるんじゃないかなと思います。あとはこの水入れですね。これもうちの場合はダイソーですけど、こういう形なら何でもいいと言えばいいので、なんでこれを使っているかっていうと、クリアカップを入れて何か汚れたらパッと捨てられるようにということ、衛生面と、あとはボールがこう乗っかってひっくり返さないように重りのために使っていますが、これも100円ぐらいで買えますので、お近くのダイソーとかで100円のお店とか安いお店で、雑貨のお店で探してみるといいんじゃないかなと思います。このカップはですね、まとめて買う必要はありますけれども、1つあたりでいうともう10円しないぐらいのものなので、そうですね、1つあたりでいうと10円しないぐらいっていう計算になります。あとは床材は新聞紙を使ってるよっていう人と、ペットシーツを使っているよっていう人と、こういうヤシ殻とか木のチップを使っているよっていう人がいると思いますけれども、だいたい小さいものでいうと2000円ぐらいから買えると思います。ペットシーツであっても、ヤシ殻、ウッドチップであっても、お家に新聞紙があって、それで十分だっていう人はですね、新聞紙でも全然大丈夫かなと思います。あとなくてはならないのはこの温度計、温度湿度計っていうのは、これはもうなくてはダメです。ボールパイソンが快適に過ごす温度と湿度っていうのをいつも確認して大丈夫かなっていうのを見てあげる必要があるので、これはですね、スイッチボットっていうものなんですけど、うちの場合でいうともう何百匹もいるので、この一個一個のケースに入れていくんじゃなくて、うちの場合はこういうなんていうんですかね、ラックの中の温度とかお店全体の温度とか、あとはボールパイソンのそのホットスポットの温度、それから空間温度とかっていうのを測るために温度計がいっぱいあるわけですね。温度湿度計が、それを一個一個アナログのもので使うよりもデジタル管理できて、アプリでいつも確認できるっていうことがすごく便利なので、このスイッチボットっていうのを使ってるんですけど、これだと2000円ぐらいです。でもそんなにたくさん別にいい生態を飼っているわけではなくて、1つ2つあればいいんだという方はですね、1000円前後でありますので、その温度湿度計を探してみてください。あんまり安いのはね、おすすめしません。このシューズボックスは100円でもう必要にして十分だと思うんですけど、温度湿度計っていうのは製品にばらつきがあるので、同じものがあったとしてもこっちは27度、こっちは29度だったりするわけですね。なので精度の高いきちんとしたものを用意してあげる必要があると思います。温度湿度計はケチらないで、買っていただければと思います。これデジタルだと何がいいかというとですね、なんていうの、キャリブレーションというの、構成というか、こっちとこっちで誤差が 0.2 度あったら、こっちを 0.2 度上げて同じ数字にしたいができるわけですね。これデジタルのいいところだと思いますけれども、水かかると壊れます。デジタルの悲しいところ。それからあとはですね、霧吹きで湿度を保ってあげると良いと思います。もう家がですね、ボールにとって最適な湿度、うちでは 60% ぐらいを目指していますけれども、 50% から 70% を常に維持できているんだっていう場合は、霧吹きとかで湿度コントロールをしなくても大丈夫ですけども、大体の場合はですね、加湿してあげる必要が多いので、霧吹きを使って、これも100均です。100均のお店みたいになってきてない？大丈夫かな？こう吹いてあげて湿度を高くしてあげる。脱皮前とかはちょっと多めに吹いてあげたりするといいんじゃないかなと思います。脱皮不全が起こりにくいんじゃないかなと思います。でですね、水道から出た水そのまんまいきなりやったりすると冷たいので、できれば組み置きというか前日ぐらいの常温まで温まったお水を使うといいんじゃないかなと思います。あとは消毒液ですね。
うちは次亜塩素酸水というものとアルコールの両方を使っていますけれども、どちらかでも構わないと思いますが、アルコールだと、声帯に直接かからないようにしてあげるといいと思います。でこういう、手を消毒したり、あるいはケージを消毒したりするときにどうしても消毒液っていうのが必要になってきますので、これが大体2000円ぐらい、アルコールであっても次亜塩素酸水であっても2000円ぐらいで買えると思います。ドラッグストアとかでね、いろんな種類が売ってると思いますが、小さければもっと安いでしょうけど、また2000円ぐらいあれば買えるんじゃないかなと思います。あとはなくてはならないのは、暖房器具、部屋とかラックとかエアコンで一元管理してるっていう方は別ですが、基本的にはですね、ボールパイソンの快適とする温度は人間が快適とする温度よりもやや高いので、人間のエアコン部屋の温度が25度ぐらいだとしたら、こういうもので部分的に温めてあげる必要があるわけですね。うちでは暖かい場所は32度ぐらいまでで、涼しい場所で28度ぐらいにして温度勾配、暖かいところと涼しいところを作っています。それはこういうものを使って部分的にこういう感じで温めるとか、あるいはショーケースの中はですね、黒く見えるのがフィルムなんですけど、これが暖房になってて、このフィルムが当たっているところは32度ぐらい、当たってないところで28度ぐらいというのを調整しています。中にはですね、こういうラック、ガラス温室丸々を30度前後で一元管理するって方もいると思いますけれども、それでも全然いいと思いますが、その場合はそのラックを温める器具が必要になってきたりしますので、そういう場合はこういうの長いのをですね、バーッと合わせたりすることが多いですが、いずれにせよほとんどの場合ボールパイソンには暖房器具が必要です。でこれが大体ざっくり言うと5000円ぐらい、紐状のもの、テープ状のもの、それからプレート状のものなどなどいろいろありますけれども、ご自宅のボールパイソンの環境に合わせて形状を選んで、暖かさを選んで使ってあげていただけたらいいなと思います。だからこれが5000円ぐらいでしょ、温度計が2000円から1000円前後でしょ、それから消毒液が2000円前後で、こういう細々したものが100円とか数百円とかで買えるとして、大体ボールパイソンの生体代金の他に1万円ぐらいあれば、初期費用としてはこんなものかなと思います。でもできればですね、プラス2万円生体をお迎えするときに取っておいてあげてほしいなと思います。これ何のお金かっていうと、動物病院のお金なんですね。大体その初診でかかったりすると、初診代が5000円で、注射、風邪ひいたりとかなんとかってなったら、注射代が何々かかって、あと夜間急に行かなきゃいけないとか、あるいはどうしてもお仕事をしていて休日しか行けないという場合は休日診療、夜間診療っていうのもあると思いますけれども、大体2万円あれば、よほどのことがない限りはその動物病院代っていうのは収まると思います。これを最初に用意しておくと、やっぱりですね、何かあった時にパッと行けるわけですね。ボールパイソンを飼っていて病気になった、でここから動物病院代いくらかかるのかなって不安になったりとか、いろいろこの生活のリズムの中で今動物のその病院のお金がなかなか難しいっていうのを病気になった後で考え始めると、これはもうね、みんな不幸になりますので、もう最初に取っておいて、2万円を封筒に入れて取っておいて、何かあったらもうすぐ行ける心づもりと覚悟をしておくっていうのはね、すごく大事なことだと思います。だから器具でいうと初期費用のそのものでいうと1万円ぐらいで、初期投資、初期費用としては大丈夫だと思いますけれども、プラス2万円ぐらいで新しくボールパイソンをお迎えされたい、初めてお迎えされたいという場合は3万円ぐらいあると良いと思います。ぜひですね、ボールパイソンを健康に育てて、何かあった時にも責任を取るっていう思いを持って一緒に生きていってほしいなと思います。今日はボールパイソンのお迎えするにあたって、初期費用どれぐらいかかるのかということをお話ししました。当店の生体在庫状況は概要欄にあるホームページからご覧ください。